よっしゃ、オッケー。海洋堂アメイジング山口からジョーカーバージョン 1.5 の紹介になります。これは以前に発売された従来品にいろいろ追加パーツを加えたものになります。で、注目すべきはね、この頭部パーツが付属するんですけど、で、フィギュアそのものにはアップデート図られていないとは思うんですがね、その辺も見ていこうと思います。では、開けていくぜと。このね、アメヤマジョーカー、マジで神アイテム。あまたあるジョーカーのアクションフィギュアの中で、海外製も含め、これナンバーワンと思いますよ、マジで。ずらっと。一見するとフィギュア本体はやはり変わりなさそうですかね。下段がどんな感じなの？下段というか、これだけか。ではね、中身の方すべて取り出していきたいと思います。早速以前のやつと比較なんですが、この右にあるのが旧バージョンのやつで、各部見ていたんですが、造形的には変化ありません。色なんですけど、旧バージョンの方がスーツの色が濃く見える。これは経年による変化なのかもしれない。発売されてね、経っているので、もしくはこの辺カラーの変更があったのかもしれませんね。顔の方なんですが、これは明らかに違います。さっきも言ったんですが、造形的には違いないんですが、左の今回の方が塗装箇所が増えてますね。シワの部分に墨入れが施されていて、眉間のシワあたりがかなり濃くなっている。目の周りも濃く塗られていて、頬の部分もね、左の今回の方が濃いように見えます。もう一つの頭部の狂気の爆笑顔。これも先ほど同様、今回の方が墨入れが濃いですね。そのどちらも眉間のシワの墨入れが特に濃いですね。全体的に見て、これは好みが分かれそうですね。眉間のシワの墨入れ、個人的にこのあたりが安っぽさを感じるので、前回のやつの方が好きかな。そこ以外は、これはこれでリアル度がアップしているので、さっきも言ったんですけど、ここは好みによるところでしょうね。そしてこれが今回のメインと言っても過言ではない、驚き顔のパーツ。いいですね。腹立ちますね。心の底から驚いてはいませんね。白々しいジョーカーらしいいい顔です。そうなのって知ってたくせにって感じですね。先ほど紹介したこれらの頭部パーツのすべてにおなじみの眼球移動ギミックがあります。このようなパーツがまた付属しており、顔の後ろからこんな風に目線を動かすんですけど、これがね、いい位置に合わせるのが非常に難しい。一向になれない。目線プリントのズレを気にする必要がないのはありがたいですけどもね。可動範囲なんですけども、アメイジング山口は可動箇所の説明するより、動いているところを見てもらった方がもう早いですね。なので、細かい説明はしませんね。首はぐりぐり動いて、で、ここ、肩甲骨の可動、アメヤマ独自のこの可動もちろんありまして、腕、付け根がダブルボールジョイントですね。それを踏まえますと、このような、けれんみあふれる可動も取れますし、胴体後ろへはこうで、前はこうで、ひねりもぐりぐり取れて、股関節に引き出し機構はなくて、前はこうで、後ろへはこうで、股割りできて、ももにモノシャフトドライブ可動がありまして、膝がここまで回って、足首後ろへはこうで、前はこうで、つま先可動あって傾き取れますね。ただ直感的に動かすタイプのアクションフィギュアではなくて、ちょっと癖があるので、考えながら動かすタイプのアクションフィギュアになりますね。付属品いきましょう。まずはステッキが1本。これね、前作とはカラーが違ってましたね。リボルバートイガンが2丁と旗付きトイガンが1丁。ドラムマガジン式のサブマシンガンが2丁。入れ歯爆弾が1つ。銃のマズルフラッシュエフェクトが2つ。
笑い声のエフェクトパーツが2枚。では、ここから紹介するのが新たに追加されたパーツになります。まず、追加パーツを持たせる用の手首が2種類左右分。こちらはカミソリですね。持ち手が塗り分けられていて、細かく作られています。ごついナイフが2本。頭身がシルバーで、グリップ部は黒で塗装されています。ジョーカーには銃より刃物系を持たせる方が危ないですね。3本束になったダガーナイフが2つ。束ねられた切っ先が持ち手に固定できるよう加工されています。これも3枚に束ねられたトランプが2つ。ダガーナイフ同様に持たせられるよう加工されていますね。トランプの柄は右側がジョーカーで、左がバッツのイラストが印刷されている。バッツのこと大好きですからね、彼は。こちらはバールですね。これもジョーカーには持ってほしくない。怖いぜ。以上になりますね。フィギュアそのものの出来の良さは前作とほとんど変わりませんので、この追加パーツに魅力を感じたなら買ってもいいかなと思います。ちょっと高いですけどね。で、フィギュア2体あれば、いちいち頭部の付け替えも少しは楽になりますからね。もちろんジョーカーのフィギュア持ってないよって人には、これめっちゃおすすめします。はい、では終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。